人類進化の序章。生命の誕生と初期の進化。地球上で生命が誕生し、進化の旅を始めたのは約38億年前のことです。生命の起源は未だに多くの謎に包まれていますが、単純な生物から徐々に多様性が増し、複雑な形態へと進化していったことが科学的研究によって示されています。初期の地球環境は過酷で、生命は極端な条件下で生き抜くための進化を遂げました。例えば、細胞内共生説は、より複雑な細胞構造の生物が単純な生物と共生することで進化したと説明しています。生命の誕生と初期の進化は、人類を含む全ての生物の歴史において基礎を形成する重要な段階です。原始人類の出現。原始人類の出現は、約600万年前、アフリカ大陸で始まりました。人類と近縁の類人猿から分岐し、直立に側歩行をする種へと進化したことが、この変化の始まりを告げています。アルディピテクスやアウストラロピテクスなどの化石証拠は、これらの初期人類が森林から開けた環境へと適応し、二足歩行を発達させたことを示しています。原始人類の出現は、人類進化の物語において重要な転換点であり、今日の私たちにつながる進化の道のりの始まりです。主要な原始人種とその特徴。人類の歴史には多種多様な原始人種が登場し、それぞれが特徴的な進化を遂げてきました。これらの原始人種は異なる時代と環境で生存し、それぞれが独自の身体的及び行動的特徴を発達させました。ホモハビリスは道具を使用した最初の人類種であり、ホモエレクトスは火の利用をはじめ、長距離の移動を可能にしました。ネアンデルタール人は寒冷な気候に適応した強靭な体格を持っていました。これらの主要な原始人種とその特徴は、人類の多様性と進化の歴史を理解する上で欠かせない要素です。ホモ族の進化と展開。ホモ族の起源と進化。ホモ族は約250万年前にアフリカで出現し、人類進化における重要な段階を示しています。ホモ族の出現は、農用量の増大、複雑な道具の使用、そして、さらなる社会的行動の発達といった顕著な進化の特徴によってマークされています。ホモハビリスは、ホモ族の初期の種で、より洗練された石器を使用したことで知られています。彼らの出現は、人類がより高度な技術的及び認知的能力を発達させたことを示しています。ホモ族の起源と進化は、人類が現代人へと進化する過程で重要な役割を果たしています。ホモエレクトスとその影響。ホモエレクトスは、人類進化における最も成功した種の一つで、その影響は広範囲に及びました。ホモエレクトスは約180万年前から存在し、初めてアフリカ外への移動を行った人類種であり、火の使用や複雑な社会構造を発達させました。彼らはアジアやヨーロッパに広がり、適応することで様々な環境条件下で生存しました。これは、ホモエレクトスが持つ革新的な技術と適応能力の高さを示しています。ホモエレクトスの存在とその影響は、人類がより広い地理的範囲に適応し、文化的及び技術的な進化を遂げるための基盤を築きました。ネアンデルタール人の生活と文化。ネアンデルタール人は、私たちの直接的な祖先ではありませんが、彼らの生活と文化は人類史において、重要な役割を果たしています。彼らは約40万年前から4万年前にかけてヨーロッパと西アジアで生活し、厳しい寒冷気候に適応するための身体的特徴と文化的実践を発達させました。ネアンデルタール人は洞窟での生活を好み、石器や骨製の道具を用い、火を掌握し、狩猟や集団での活動に長けていました。また、彼らには死者を埋葬するなどの儀式的な行為の証拠もあります。ネアンデルタール人の生活と文化は人類の進化と文化の多様性を理解する上で不可欠な要素であり、私たち自身の遺伝的歴史の一部でもあります。ホモサピエンスの台頭。ホモサピエンスの特徴と進化。ホモサピエンス、つまり私たち現代人は約30万年前にアフリカで出現し、特有の進化を遂げました。ホモサピエンスの進化は、主に大きな農用量、直立に側歩行、複雑な言語の使用などの特徴によって定義されます。
ホモ・サピエンスは洞察力に富み、道具製作技術において、他の原始人種を超え、様々な環境に適応する能力を示しました。この柔軟性が、地球上の多様な地域への拡散を可能にしました。ホモ・サピエンスの特徴と進化は、私たちが他の人類種と異なり、地球上で支配的な種となった理由を明らかにしています。現代人とネアンデルタール人の交流。ホモ・サピエンスとネアンデルタール人との交流は、私たち自身の遺伝的メイクアップに影響を与えています。研究により、両種間での遺伝的交流があったことが示されており、これは私たちが今日持っている遺伝子の一部に反映されています。ネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子は、私たちの免疫システムや皮膚の特性に影響を与えていると考えられています。これは、異なる人類主観での文化的及び生物学的な交流の結果です。現代人とネアンデルタール人の交流は人類進化の複雑さと異なる人類主観の相互作用の重要性を示しています。文化と技術の進化。ホモ・サピエンスは特に文化と技術の面で顕著な進化を遂げました。言語、芸術、宗教などの複雑な文化的表現はホモ・サピエンスが他の種とは異なる進化の道を歩んだことを示しています。洞窟壁画、彫刻、装飾品など遺跡から発見された芸術作品はホモ・サピエンスが抽象的思考と創造性を発達させていたことを物語っています。文化と技術の進化はホモ・サピエンスが地球上の生命体としてユニークな地位を確立する過程において中心的な役割を果たしています。人類進化の謎と未解決の問題。進化のギャップと未解決の疑問。人類進化の歴史はまだ完全には解明されておらず、進化のギャップや未解決の疑問が存在します。化石記録の不完全さや解釈の難しさにより、特定の進化の過程や人類の祖先の正確な系譜が明らかになっていません。例えば、ホモ・サピエンスとホモ・ネアンデルターレンシスの共通の祖先に関する研究はまだ結論に至っていない。また、直立二足歩行がいつ、どのように始まったのかについても諸説あります。これらの進化のギャップと未解決の疑問は、人類進化の研究において重要な課題となっており、今後の発見が待ち望まれています。絶滅した人類種の謎。絶滅した人類種の研究は、彼らがなぜ絶滅に至ったのか、そして現代人にどのような影響を与えているのかについての謎を提供しています。気候変動、疾病、競争、荒廃など、絶滅の原因は多岐にわたる可能性があります。例えば、ネアンデルタール人が絶滅した理由は、現代人との競争、気候変動、疾病など、複数の要因が考えられています。また、彼らが現代人の遺伝子にどのような影響を与えたかについても研究が続けられています。絶滅した人類種の謎を解き明かすことは、私たち自身の進化の歴史を深く理解する上で重要です。遺伝学と化石記録の新発見。遺伝学と化石記録の新発見は人類進化の研究に革命をもたらし、新たな知識と理解を提供しています。最新の科学技術により、以前はアクセス不可能だった遺伝情報が明らかになり、化石記録との照合によって新しい洞察が得られています。最近の研究では、古代 DNA の分析により、未知の人類種の存在が示唆されており、基地の種に関する新たな情報が明らかになっています。遺伝学と化石記録の新発見は、人類の起源と進化に関する我々の理解を大きく進展させ、今後も研究の進行に伴い、新たな発見が期待されています。人類の未来と進化、人類進化の現在の理解、現代の科学は、人類進化に関して、かつてないほどの詳細な理解を提供しています。遺伝学、個人類学、考古学などの分野の進歩により、人類の起源と進化の過程が徐々に明らかになってきました。DNA 解析技術の向上により、古代人類の生活様式、移動パターン、さらには他の種との関係までが解明されています。私たちの進化の歴史を理解することは、現代人としての私たち自身のアイデンティティを理解する上で不可欠です。人類の遺伝的多様性とその意義。人類の遺伝的多様性は、私たちの種の進化の歴史と生存戦略の両方を反映しています。遺伝的多様性は、異なる地域や環境での生活に適応する過程で発展し、病気への抵抗力や生理的特徴に影響を与えています。
異なる地理的環境に生息してきた集団は、独自の遺伝的特徴を発達させ、これが今日の人類の多様性を形成しています。この多様性は、人類が地球上の様々な環境に適応し、反映する能力の証です。人類の未来の進化の方向性。人類の未来の進化は、現在の技術的、社会的、環境的な変化に大きく依存するでしょう。科学技術の進歩、気候変動、人口動態の変化などが進化の新たな圧力として作用し、人類の生物学的及び文化的進化に影響を及ぼします。例えば、遺伝子編集技術の進歩は、人類が自身の遺伝的特徴を意図的に変える能力を持つことを意味し、これが進化の新たな形を生み出す可能性があります。人類の未来の進化は、これまでとは異なる道をたどるかもしれず、科学技術、環境、社会の各要素が、その進路を形作ることになるでしょう。